こんにちは、C です。今回は余白を生かした和風のレイアウトを作ります。テーマは団子屋です。今回は和風なので竹を使います。わざと家の色になじまない花を使って小さなアクセントと可愛らしさを追加します。次に団子屋の席を作りましょう。ベンチのデフォルトの赤色は派手すぎるので、サイドを落とした赤のベンチにリメイクしています。今回は静かで美しいレイアウトにしたいので、お店ですが看板を出しません。その代わりに団子屋だとわかるようにお団子とお茶を置きます。次に団子屋までの道を作ります。レイアウトに動きを出すために道をくねくねさせています。道に合わせて家の位置を変更します。家の右側では自家製のお米を使っている設定で小麦をお米に見立てます。麦畑を使う手もあるんですけど、見せる余白を考えると麦畑はギュッと詰まっているので小麦の隙間を採用しています。小麦のみで畑を作ると単調なので、人参を交互に植えて刈り取ったお米に見立てて畑にも動きを作ります。畑の感じをもう少し出したいので土を追加します。土の道と黒土の道で土を使い分けて地面の余白を残して窮屈な見た目にならないようにしています。和の美しさのバランスを考えると、これ以上庭を横に広げる必要はないなと思ったので、この辺りで左の竹とバランスを合わせながら竹を植えます。大きく余った前には出来たてのお団子やお餅を食べれるという設定がわかるように、臼と炊きたてのお米を置きます。レイアウトが少し寂しいので地面を飾って余白を減らしていきます。家具で余白を埋めるとごちゃっとなりやすいので、和のレイアウトの時は特に家具の数を減らして余白で美しさを強調するのがいいかなと私は思っているので、よければ試してみてください。最後に入り口です。低木と花で団子屋さんが一つのエリアに見えるように区切って雑草を追加して自然と団子屋をなじませたら完成です。島に作る場合はエリアの後ろに違うエリアが続いて区切りたくなることが多いと思います。なので後ろにどのような柵を使っても馴染む和風を意識して作っていたので、島に和風エリアがなくても馴染ませやすいレイアウトになっていると思います。続いて団子屋の中を作りましょう。部屋のサイズは 6×8 で設定します。和風の壁紙とコンクリートの床を組み合わせて少し現代っぽさを出します。入り口側の壁には障子のアクセントクロスを使って入り口の扉に見立てます。窓もレイアウトに使いたいので、まずは窓側にカウンターを作ります。高さを変えてキャッシャーの部分、店内でお客さんが食べる部分に分けます。飲食部分には団子とお茶を用意するんですけど、レジの家具はイメージが少しずれるので今回は不採用にしました。ですがお店の感じは必要なのでのれんをつけます。カウンタ
ターの奥には団子を作る台所やお茶セットを用意します。キャッシャーの後ろにはお店でよく見かける有名人のサインを飾ります。現実の雰囲気を少し加えてよりお店らしく仕上げます。床を木材に切り替えて余白を減らします。ここもお茶が楽しめるスペースと伝えたいので、外と同じサイドを落とした赤のベンチを2つ用意してお菓子を置いておきます。ベンチを3つ並べると狭く見えるので、余ったスペースには季節の家具程度に抑えています。夏は扇風機に切り替えて使えます。壁には掛け軸で壁の寂しさを感じないようにします。最後に部屋のメインになる大きな照明を一つつけたら完成です。この団子屋さんを島の住民の家に再現リフォームできるように 6×6 でも作ってみます。壁紙やアクセントの位置は同じです。部屋が小さいのでカウンターの数は減らします。キッチンのものはお米とかまどのみにします。かまどがお月見団子とかぶってしまうので配置を入れ替えます。サインは壁とのバランスが悪くなるのでなくします。代わりにストーブをキャッシャーの後ろに持ってきました。後ろには席を一つだとバランスが難しい上に、新しい家具とのバランスも難しいので、難しいこと考えずに2つ採用して少し狭く見えますが、見た目をまとめておきます。あとは同じように掛け軸、のれん、照明をつけて島の住民のお家のリフォームで使える広さの団子屋が完成です。のれんのデザインはこちらです。やよいちゃん限定ですが、やよいちゃんリフォームの際はぜひ使ってみてください。